もう本当に僕が今日よく評価しちゃったのは、僕ね映像とかそういうのダメなんです。うん、もうこう非常に物質的な空間的な感じがないと全く興味が持てなくて、こう響いてこないんですね。でそれがなんかよく分かったですね。その美術の具体的なところで言うと、このちょっと名和さんのをちょっと説明しにくいんだけど、ただ物の発生とか物質的なものを全体と、宇宙の出発みたいなもんだけど、はい、そういうところから見るとよくわかる。そうですね、そういうことに興味があってやってる人なんだなっていうのが分かりますね。はい、なんかフォースってやっぱ重力っていうものが一番テーマになってるんですけど、はい、そのモノ派の方々もやっぱり重力ってすごい大きなテーマに扱われていて、でただやっぱあの頃の時代の感覚とはまた多分今って、はい、今の、僕が今美大で教えてる学生なんかが持ってる感覚ってやっぱ全然違うなと思って、なんかその重力に関してもやっぱ人が本当に簡単に宇宙に行ってしまうような時代に入って、その違うこの重力圏で育った DNA がまた違うところに行くのかもしれないみたいな、そういうなんかこう重力とか惑星に対するなんか価値観みたいなものもなんか変わりつつあるのかなと思って、昨日も設営の時に見てました。だからもし今の感じで言うとそんな広い地域じゃないけれども、名和さんもちろん作られたりいろんなことを考えて、それで他の人でもこういうのが面白いっていうので、はい、そういったなんかその空間感覚っていうか物質感覚っていう何かをいくつかこうやったプロジェクトっていうか、芸術祭でもいいんですけど、どういう言い方してもいい、そういうのってやられたら面白いね。そうですね、だからそういう感じがしますね。名和さんから見ていろいろな世の中の現象っていうか動きっていうのをこういうふうにこう捉えるっていうのが分かったら相当面白いかもしれないなとお話を聞いてて思いました。平面的ではないっていうとまたそれも美術の場合言い方がちょっと面倒なんだけど、何かこうものがこう変化したり、重力でもいいんだけどいろんな形でものが変容ですかね、ものが変容するわけですね、いろいろな形で。でそれがこう見えるっていうのがちゃんと本当にこう分かるような世界ができるとすごく楽しいかなと思って、ちょっと落ち着いたらすぐご相談に行きます。ありがとうございます。それディレクションしてもらうと相当面白いかもしれないね。だから昔モノ派がいろいろな形で、木とか石とかそういう土とか、土も多かった、でやったことが今だとどういうふうになるのかっていう感じですね。そうですね、本当にそれは面白いと思いますし、やっぱり今モノ派っていうがやってたことを振り返っても面白いと思いますし、なんかやっぱりすごい先進的なことをやってたんじゃないかなと思いますね。そうですね、哲学的にちょっと言い過ぎちゃったところがあって、そうですね、哲学的に突き詰めるともう社会からだいぶ隔絶したようなムードはありました。美術家の家って白書にあったんですけど、そこで榎倉さんとか高山さんとか一晩中飲んだりしてたんですけど、結構やっぱその社会に対する絶望というかもう距離を置くんだっていう、もうそれに徹している態度があったので、そこがなかなかその頃の世の中が追いつかなかったんだなっていうのは思いました。そうですね、僕が学生の時に、先生じゃなかったけれども1回だけ高山さんが来られて「お前はそれでやればいいんだ」と「俺はこれなんだ」というような形でその今の美術っていうのはどう捉えるかっていうふうなことがあって、それ以来40年かぶりぐらいで数年前にお手紙をいただいたっていうことがありますね。そうですか。それがだから
直接的な感じですが、でその後やっぱり思うと本当にその物派っていうふうなできてきたものだけじゃなく考えると白州で動いてた人たちがやっぱり結構面白くて、でそういう中に名和さんがいたと思うといろいろなところでなんか手伝いに来てる若い人いっぱいいるわけじゃない、これ芸祭とかやる、そうです。僕が、そのボランティアスタッフだったんですよ、その白州の時に。そうですね、だからそういう中にいろんな人たちがやっぱりいるんだと思うからもっと厳しくやった方がいいかもしれないね。だから彼らはやっぱり見てるだけでやっぱりすごい力ありますからね。そうです。なんかその大学が、京都の山奥にあって、なかなか刺激がもっと欲しいと思ってた、刺激を渇望してるっていう時期でもあって、なんか白州に夏行ってボランティアスタッフやって、なんか本当に草刈りとか、なんか家畜小屋の修理とか、そんなんだけやってるんですけど、でもやっぱ一番記憶に残ってますね。なんかもう一番濃かったです。そのやっぱ世界中から音楽家とか彫刻家とかダンサーとか集まって、なんかみんなでご飯食べたりしてて、それがなんかやっぱり良かったですね、参加してて。だから白州はなんか物を残したっていうか、やっぱり物あんまり残らなかったんですよね。そうですね。関わった人の体験とか記憶にはなってると思います。載ってるけどね。じゃあ今日はもうこれでありがとうございました。本当によくすっきり分かって、すごく嬉しくなった。